皆さん、こんにちは。今回は、現代社会で多くの人々が求める幸福について、科学的なアプローチから解明した一冊、精神科医が見つけた3つの幸福最新科学から最高の人生を作る方法をご紹介します。この本は、幸福をテーマに、精神医学と最新の科学研究をもとに、どのようにすれば、私たちがより幸福な人生を送れるかを具体的に示してくれています。幸福とは何か、それをどうやって手に入れるかという疑問は、誰しもが一度は考えたことがあるテーマです。しかし、幸福の追求は、単なる感情や願望にとどまらず、科学的な方法で達成できるものだとしたら、どうでしょうか？この本は、幸福を3つの要素に分類し、それぞれをどう実践するかを具体的に解説しています。この動画では、本書の核心部分に焦点を当て、各要素がどのように幸福に貢献するかを探っていきます。また、実生活でどのようにこれらの要素を取り入れていけるかについても、詳しく解説します。私たちが日々の生活の中で実践できる具体的な方法を紹介し、皆さんの幸福度を向上させるためのヒントをお届けします。ぜひ最後までご覧いただき、この本から得られる知識をあなたの生活に役立ててください。そして動画の最後には本を購入する方法についてもご案内しますので、お見逃しなく。第1章幸福の定義とその3つの要素。まず幸福とは何かという問いに対する答えを考えてみましょう。本書では幸福を快楽没法意義の3つに分類しています。この3つの要素は、それぞれ異なる性質を持ちながらも、相互に関連し合い、私たちの人生を豊かにするために必要不可欠なものとされています。1、快楽プレジャー。快楽は、私たちが日常的に感じる喜びや楽しさを指します。例えば、美味しい食事を楽しむことや、友人と笑い合う瞬間などが、これにあたります。快楽は一時的で、感覚的な幸福をもたらしますが、瞬間的であるため、長続きしないという特徴があります。しかし、この瞬間的な喜びがあることで、私たちの日々の生活に彩りを添えることができます。本書では、快楽を追求することの重要性と、それがいかに私たちの精神的健康に寄与するかについて、詳しく解説されています。また、過剰な快楽の追求が逆に不幸を招くリスクについても触れられており、適度なバランスが大切であることが強調されています。ここで重要なのは、快楽を一時的な満足感としてだけではなく、精神的なリフレッシュや、モチベーションを保つためのツールとして捉えることです。例えば、週末のちょっとしたご褒美や、リラックスのための時間を計画的に取り入れることで、日常生活のストレスを緩和し、エネルギーをチャージすることができます。快楽を上手に活用することで、心身ともにリフレッシュされ、より積極的に他の幸福要素に取り組むことができるようになります。2、没頭エンゲージメント。没頭とは何かに夢中になって取り組む状態を指します。これには仕事や趣味、スポーツなどが含まれます。没頭することで私たちは時間を忘れ、自己を超越した感覚を味わいます。この状態はフローとも呼ばれ、心理学的には非常に重要な幸福の要素とされています。本書では没頭することが幸福感を高める理由として自己成長や達成感が挙げられています。没頭することで私たちは自分の能力を最大限に発揮し達成感を得ることができます。また没頭する活動を増やすことで日常生活における満足度が向上し全体的な幸福感が高まるとされています。没頭できる活動を見つけることは個々の幸福感を高めるための鍵です。自分にとって何が楽しいのか、どのような活動が自分を夢中にさせるのかを見つけることが大切です。さらに、これらの活動を日常生活に組み込むことで、日々のストレスや不安を軽減し、よりポジティブな気持ちで生活することができます。3、意義ミーニング。意義とは、自分の存在が他者や社会にとって意味があると感じることです。これは、家族やコミュニティ、仕事における貢献感や使命感を通じて得られるものです。意義を感じることは、長期的な幸福感を支える重要な要素であり、特に困難な状況においても、私たちを支える力となります。本書では意義を持つことが幸福にどれほど重要であるかを実際の事例や研究データを通じて説明しています。特に意義を持つことで人は困難に立ち向かう力を得ることができ、人生に対する満足感が深まるとされています。意義を見つけることは人生の目的を明確にし、日々の行動に意味を与えることにつながります。例えば、仕事を通じて他者に貢献することで得られる充実感や、ボランティア活動を通じて社会に貢献することで得られる満足感は、長期的な幸福感を支える重要な要素です。意義を感じることで、私たちはより積極的に、そして情熱を持って日々の生活に取り組むことができるようになります。第2章3つの幸福のバランス。次に、これら3つの幸福要素をどのようにバランスよく取り入れるかについて考えてみましょう。本書では、このバランスが重要であると強調されており、特定の要素に偏りすぎると、逆に幸福感が減少する可能性があることが指摘されています。バランスの取り方。まず、快楽に偏りすぎると、短期的な喜びは得られるものの、長期的な満足感や意義を見失いがちになります。
一方で、意義や没頭に過度に集中しすぎると、日常生活の中での小さな喜びを見逃してしまうことがあります。これらの要素をバランスよく取り入れることで、私たちは全体的な幸福感を高めることができるのです。実践的なアプローチ。本書では具体的にどのようにして、これらの要素を日常生活に取り入れるかについても解説しています。例えば、毎日の生活の中で小さな喜びを見つけること、仕事や趣味に没頭できる時間を意識的に作ること、そして自分の行動や仕事が他者や社会にどのように貢献しているかを見つめ直すことなどが推奨されています。さらに、これらの実践を通じて、自分自身の幸福感がどのように変化していくかを定期的に評価することが重要です。自分にとって最適なバランスを見つけるためには試行錯誤が必要ですが、そのプロセス自体が幸福感を高める手助けとなるでしょう。幸福は一度得たら終わりではなく、日々の選択や行動を通じて育んでいくものです。例えば、ある日には意識的に快楽を追求する時間を設け、別の日には意義を感じられる活動に集中するなど、日常生活の中で意図的にバランスを取りながら過ごすことで、全体的な幸福感を維持することができます。また、自分自身の生活環境や状況に応じて、これらの要素のバランスを柔軟に調整していくことも重要です。第3章幸福を妨げる要因。本書では幸福を追求する上で避けられない障害や幸福感を妨げる要因についても触れています。これらの要因を理解し、適切に対処することがより高い幸福感を得るために重要です。ストレスとその管理。ストレスは幸福感を大きく損なう要因の一つです。日常生活の中で避けられないストレスをどう管理するかが幸福感に大きな影響を与えます。本書ではストレスを効果的に管理するための具体的な方法が紹介されています。これにはリラクゼーション技法、時間管理、適切な休息の取り方などが含まれます。社会的比較と期待、また社会的比較も幸福感を妨げる大きな要因です。他人との比較や自分に対する過度な期待は自己評価を下げ、幸福感を損なう原因となります。本書では他人との比較をやめ、自分自身の価値を見つけることの重要性が強調されています。これは自己肯定感を高め、より健全な幸福感を育むために必要なステップです。第4章幸福を持続させる方法。幸福を感じる瞬間は一時的であることが多いですが、それを持続させることが可能です。本書では幸福感を持続させるための戦略についても詳しく述べられています。習慣化の重要性。幸福感を持続させるためには、幸福をもたらす行動を習慣化することが重要です。例えば、感謝の気持ちを日常的に表す、ポジティブな考え方を養う、または定期的にリフレクションを行うことなどが推奨されています。これらの習慣は、長期的に幸福感を維持するための基盤となります。人間関係の構築、さらに良好な人間関係を築くことも、幸福感を持続させる上で欠かせません。本書では、深いつながりを持つことの重要性や、他者との共感やサポートを通じて得られる幸福感についても言及されています。良好な人間関係は、困難な時期にも私たちを支える重要な要素です。第5章科学的に裏付けられた幸福の効果。幸福感は私たちの健康や生活の質に直接的な影響を与えます。本書では科学的研究に基づいて幸福感がどのように私たちの心身の健康に貢献するかが解説されています。幸福と健康の関係。幸福感が高い人々はストレスが少なく心身の健康も良好であることが多いとされています。これには免疫機能の向上や心血管系の健康維持、さらには寿命の延長といった効果があることが研究によって示されています。本書ではこれらの科学的なエビデンスをもとに幸福感を高めることが健康にとっていかに重要であるかを説明しています。幸福の波及効果。さらに幸福感は自分自身だけでなく周囲の人々にも波及することが研究で示されています。幸福感を持つ人は他者に対してもポジティブな影響を与え、その影響は家族や友人、職場の同僚にまで広がります。このように幸福は個人的なものだけでなく社会的な影響力を持っているのです。結論。精神科医が見つけた3つの幸福最新科学から最高の人生を作る方法は幸福を科学的に理解し、それを実現するための実践的なガイドです。この本を通じて私たちは幸福感を高めるための具体的な方法を学ぶことができます。幸福感を高めるためには、快楽、没頭、意義の3つの要素をバランスよく取り入れることが重要です。さらに、幸福感を損なう要因を理解し、それに対処することで、長期的な幸福を手に入れることができます。私自身、この本を読んでから、幸福感に対する考え方が大きく変わりました。特に、意義を感じることの重要性や、日常生活での小さな喜びを大切にすることが、人生を豊かにするための鍵であると感じています。皆さんもぜひ、この本を手に取って、最高の人生を築くための一歩を踏み出してみてください。この動画が少しでも役に立ったと感じたら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。